私は妊娠8ヶ月の時、夫のブランドンがナイトクラブで8人のストリッパーを予約したと知り、現場に乗り込んだ。彼の女性アシスタント、ティファニーは彼の膝の上に座り、嘲笑的な笑みを浮かべて私を見ていた。ブランドンさん、奥様、まるで浜に打ち上げられたクジラみたい。きっとドアを壊して押し込んだんでしょうね。彼の従業員たちも彼女の言葉に同調した。妊娠したからって膨らんだ風船みたいになって私たちの楽しみを邪魔する権利はないよ。それにブランドンさんはたった今数百万ドルの契約を成立させたばかりだ。ただの主婦である君が彼に指図する権利なんてあるのか？私は彼らの嘲笑待ちな顔を睨みつけ、携帯電話を取り出して父に電話した。ブランドン社との協力は中止できます。ブランドンは知らなかった。彼の数百万ドルの契約は、私のために父が個人的に便宜を図ってくれたものだということを。電話が終わると、個室は笑い声に包まれた。ブランドン、彼女の様子を見てよ。まるで彼女がブランドン社を経営しているかのようだ。セレナ、ドラマの見過ぎじゃない？自分が何かの実力者だと思い込んでるの？誰もが知ってるよ。セレナは妊娠してからブランドンに養われてるって。1000ドルも持ってないくせに。それでいて、君の1000万ドルの契約をキャンセルできるふりをしてるんだ。ブランドンは露骨な嫌悪感を持って私を見つめ、目は反感でいっぱいだった。セレナ、やりすぎだ。食料品を買うのにも私の金が必要な主婦が、よくも私の前で演技をできるものだな。アシスタントのティファニーは、ブランドンにこびるように寄りかかり、軽蔑の眼差しで私を見た。セレナさん、あなたの体はむくんで、水死体みたいよ。ブランドンさんはそんなこと気にしないで、まだ面倒見てくれてるんだから。なんて恩知らずなの？私は妊娠でむくんだ自分の体を見下ろし、屈辱の波が押し寄せるのを感じた。ブランドンと私は大学の恋人同士だった。彼は3年間しつこく私を追いかけ、その誠意に心を動かされた私は、彼と一緒になるために家族と縁を切った。結婚後、私は彼のスタートアップを支援することに全力を注いだ。契約を成立させるために、数えきれないほど接待で飲みすぎて胃出血を起こしたこともある。会社が安定すると、ブランドンは家族が必要だと言って、徐々に私を隅に追いやった。私は何の不満もなく、喜んで彼の成功を支える影の女になった。妊娠後、私はつわりがひどく、点滴でしか命をつなげなかった。しかし、私のすべての献身が、こんな残酷な裏切りで報われるとは想像もしていなかった。私は歩み寄り、テーブルからグラスを手に取り、ティファニーの頭にまっすぐかぶせた。キャ。ティファニーは即座に悲鳴を上げ、ブランドンの膝から飛び降りた。ブランドンの顔は曇った。彼は私の腕を強く握った。セレナ、何をするつもりだ？私は冷ややかに嘲笑した。ただ彼女を正気に戻して身の程をわきまえさせているだけよ。ティファニーは慌てて体を拭き、それから涙ながらにブランドンの腕に飛び込み、苦痛を装った。ブランドンさん、私はただあなたのことを思ってるの。セレナを見てよ、彼女の体はむくんで、でっかい膨らんだドーナツみたい。全く見られたもんじゃない。私はただ、あなたにそんな妻がいるって知られたら、あなたが恥をかくんじゃないかって心配してるの。ブランドンの目は恐ろしく曇り、私を睨みつけた。彼はテーブから赤ワインのボトルを手に取り、差し出した。今すぐティファニーに飲み物で謝罪しろ。さもなければ、お前への手当を完全に打ち切る。妊娠した女が俺を出てどこに行くつもりだ？私は信じられない様子でブランドンを見つめ、拳を握りしめた。ブランドン、あなたは私に妊娠した女に飲ませて謝罪させたいの？
ブランドンは肩をすくめて無関心を装った。お前はもう妊娠8ヶ月だ。子供は完全に形成されている。一杯のワインで何が起きるって言うんだ？私はブランドンが手渡したワインボトルを受け取り、彼の目を見て冷ややかに鼻を鳴らした。それから全力で彼の頭の上に叩きつけた。ガラ。ワインボトルが砕け、ガラスが飛び散った。ブランドンは頭を押さえ、目を血走らせて私を睨みつけた。セレナ、頭おかしいのか？私は彼に鼻で笑った。先に頭おかしくなったのはあなたの方よ。そう言って私は去ろうとした。ブランドンは前進し、私の腕を乱暴に引っ張り返した。人を殴ってそのまま逃げられると思うのか？ティファニーが駆け寄った。ブランドンさん、セレナはあなたの評判をズタズタにしたわ。これが公になったら、都市のエリート社会でどうやってやっていくつもり？他の者もすぐに同調した。その通り。ブランドンさんはどんな地位なんだ？女に頭を殴られるなんて？なんて恥ずかしい。ブランドンさん、妻をしつける方法についてまだ学ぶ必要があるようだな。それとも、実際には彼女が怖いのか、ブランドンさん？みんなが面白そうにブランドンを見つめ、彼の顔はさらに曇った。セレナ、最後のチャンスをやる。謝罪しろ。ブランドンの凶悪な視線に出会い、私の目はさらに冷たくなった。ブランドン、これはあなたへの最後のチャンスよ。今私を行かせなさい。さもなければ、あなたは結果に対処できなくなるわ。ブランドンは吐き捨てるように笑った。セレナ、やりすぎだ。あなたは私にすべてを依存している人間だ。誰があなたを脅す勇気を与えたんだ？ブランドンはテーブルから赤ワインのグラスを手に取り、私の唇に持ってきた。これを飲め、ティファニーに謝罪しろ。そうすれば今日のことはすべてなかったことにする。さもなければ、子供が生まれた時に出生証明書に署名する者がいなくても驚くなよ。私はブランドンをじっと見つめ、ショックを受けた。彼がただのアシスタントに謝罪するよう私を脅すために、私たちの子供を使うとは信じられなかった。ブランドン、私はあなたの子供をお腹の中に宿しているの。あなたは実際に私たちの赤ちゃんを使って私を脅すつもりなの？ブランドンの視線は私の大きなお腹に落ち、一瞬表情が険しくなった。ちょうどその時、ティファニーが彼の腕を組んだ。ブランドンさん、今日セレナに厳しくしなければ、今後彼女はあなたを踏みにじるわ。財務部長のデレクは、両腕にストリッパーをぶら下げて歩み寄った。ブランドンさんはそれだけの価値がある。後でいくらでも子供を作れる。一つの赤ちゃんが彼をコントロールできると思う？セレナ、あなたはあまりに世間知らずだ。彼らの言葉を聞いた後、ブランドンはさらに軽蔑して私を見た。セレナ、妊娠したからって世界が自分を中心に回ってると思うな。お前は今日、このワインを飲むんだ。お前が望もうと望むまいと。そう言って、ブランドンは手を伸ばして私の首の後ろをつかみ、無理やり私の口にワインを流し込んだ。私は必死に食いしばったが、ブランドンはグラスで私の口をこじ開けた。暗赤色のワインが金属の味と混ざり合い、私の喉に流れ込んだ。私は突然吐き気を感じ、鋭い、ねじ切られるような痛みが腹部を走った。それから柔らかいポンという音を聞き、温かい流れが太ももを伝って流れた。私は息を飲み、パニックでお腹を抱えた。ブランドン、破水した。病院に連れて行って、早く。ブランドンは私の下に広がる水たまりを見つめ、目に一瞬の慌てた色が走った。わかった、今すぐ病院に連れて行く。ブランドンが私を抱き上げようと手を伸ばしたちょうどその時、ティファニーが前進し彼の腕を引った。ブランドンさん、セレナは妊娠8ヶ月よ。
そんなに簡単に破水するわけない。彼女はただおもらしして、ブレイクダウンを装ってブランドンさんに罪悪感を感じさせようとしてるんじゃない？妊娠した女性はよく膀胱を制御できなくて、時踊り授尿臭がするって聞いたわ。ティファニーの言葉を聞いて、周りの全員が数歩後退し、鼻を覆った。おもらしして自由に放尿する妊娠女性をたくさん見たことある。あの匂いは本当に嫌だ。セレナはきっとブランドンさんに罪悪感を感じさせようとしてショーをしているに違いない。なんてマニプアタイな動きだ。セレナの体はもう見られたものじゃないのに、今公衆の面前でおもらしするの？これが公になったら、ブランドンさんは顔をどこに置くつもりだ？ブランドンの表情はみんなのコメントを聞いた後で冷たくなった。彼は怒って私の手を押しのけた。セレナ、お前はわざとおもらしして破水を装って、俺に罪悪感を感じさせようとしてるのか？歯ってものは残ってないのか？腹部の痛みは強まった。私は多頭ともがき、一期一会呼吸が困難になっていった。ブランドン、本当に破水したの？お腹の中にはあなたの赤ちゃんがいるの。ブランドンはテーブルからグラスをつかみ、怒って私の足元に叩きつけた。ガラスの破片が飛び散った。子供を使って脅すのはやめろ。もう十分恥をかいただろう？おもらしする母親を持つ赤ちゃんはどれだけ不運なんだ？ガラスの破片が私の足首を切り、私の心は引き裂かれるようだった。ブランドンが役立たずだと知り、私は緊急サービスに電話するために携帯電話を取り出した。しかし、持ち上げた瞬間手が強引にそれを奪い取った。ブランドンは私の電話をつかみ、怒って床に叩きつけた。この演技にハマってるのか？緊急サービスの時間を無駄にしたいのか？俺、ブランドンがお前のせいで十分な顔を失ってないと思うのか？私は粉々になった携帯電話を見つめ、心は絶望に沈んだ。腹部の痛みは強くなり、背中は汗でびっしょりだった。ブランドン、お願い、私たちの赤ちゃんを助けてください、いい？彼はまだ8ヶ月で、この世界を見さえしてないの。ティファニーは笑いながら私を見た。セレナ、あなたの演技力はハリウッドの外では無駄だわ。ほとんど信じちゃった。私は唇を噛み、怒りで燃える目でティファニーを見た。ティファニー、私はあなたを見逃さない。そう言って、私はブランドンの手を振りほどき、去ろうとした。しかし次の瞬間、私の進路は遮られた。ティファニーはブランドンと腕を組み、入り口に立ち、私を嘲笑った。セレナ、あなたがこんな風に出て行ったら、ブランドンさんに完全に恥をかかせるんじゃない？ティファニーは私のびしょ濡れのズボンを指さし、目は嫌悪感でいっぱいだった。私は拳を強く握りしめた。何が望みなの？ティファニーは個室内のラウンジを指さした。あそこにシャワーがある。セレナ、出る前に洗ったら？さもなければ、あんな尿臭を放ちながら出て行ったら、ブランドンさんに恥をかかせるだけよ。私は個室内のバスルームを見て、表情が即座に冷たくなった。破水している。コンシャワーを浴びたら、子供の最後の生存のチャンスを殺す。私は彼らを押しのけようとしたが、ブランドンが力任せに私を引っ張り返した。演技はやめろ。お前に選択権はない。私の背中がドアノブにぶつかり、鋭い、ねじ切られるような痛みが腹部を走った。それから血の匂いを嗅いだ。部屋中のみんなが瞬時に呆然とした様子を見せた。血だ。出血してる。